グデイ皆様、カズでございます。いかがお過ごしでしょうか。今年ね、新年一発目の動画になりますけども、今までの動画と違ってちょっと画角の広さ気づいていただけましたでしょうか。この度レンズを変えまして、より広く、オトダスのスタジオ、ちょっと狭いんですけども、広々と閉塞感なく動画の方をお届けできるかなと思っております。本日の動画なんですけども、ウクレレサイズのミニギター、ラナピッコロ、ピッコロギターというね、種類のギターなんですけども、弦交換をしていきたいなと思ってます。普段このエリクサーのね、フォスファーブロンズのエクストラライトを使ってます。今回使いたい弦はというと、こちらですね、ラベラという、アメリカのギターメーカーさんから出ている、シルク&スチールという、種類のですね、弦を買っていきたいなと思います。一口にですね、ギターの弦といっても材質とかで全然音が変わってくるんですね。例えばフォスファーブロンズっていう弦はですね、通常のギターの弦は銅と錫っていう金属の混ぜた合金が使われてるんですけども、そこにですね、リンという化学物質を少し混ぜたものがこのフォスファーブロンズとなります。環境的に話すと、水質汚染の元、いわゆる栄養塩というものだったりとか、あとは植物でいうところの、栄養素、育つための栄養素に、リンというものが、窒素、リン、カリウム、この3つが、言われるんですけども、それの、いわゆるリンですね。それが混ぜられたものが、こちらフォスファーブロンズとなります。で、特徴としては、非常に明るくて、きらびやかな音がするという特徴があります。同じエリクサーの中でも、通常のこのブロンズ弦、これはですね、リンが入っていないタイプの弦になりまして、銅と錫が混ぜられた弦になります。通常のブロンズ弦の方は、特に温かみのある音がするというふうに言われています。またエリクサーってちょっと特殊なんですけど、エリクサーってコーティング弦って言いまして、通常のね、こういう弦ですね、この弦一本一本にコーティング、錆びにくくなるコーティングがされてるんですけども、そのコーティングの種類によってもまた音が違ってくるというふうに言われています。こっちの方はですね、コーティングの粒子が細かいナノウェブというものが使われているのに対して、こっちはですね、ポリウェブというまた違うコーティングが使われています。ナノウェブに比べてコーティングの粒子がね、少し大きいんですけども、その分温かみのある音がして、さらに、弦の寿命も長いというふうに言われています。なので、そういう、材質だったりコーティングの種類によってギターって音色が全然変わっちゃうんですね。で、その中でこちらですね、シルク&スチール。これなんやねんという話なんですけども、シルクという名前がついてある通り、ギターにはですね、弦が全部で6本あるわけなんですけども、一番高音の弦っていうのとその隣の弦っていうのは鉄がむき出しなんですね。で、残り4本の弦っていうのがちょっと色が変わってると思うんですけど、この鉄の弦の周りにくるくるくるっていう風にですね、コイル状に金属を巻きつけた作りになってます。巻き弦と言われる作りになってるんですね。で、さっきのフォスファーブロンズとかブロンズっていうのは、この巻き弦の4本にですね、巻かれた金属が銅だったり、さっきのリンが混ざった銅だったりするわけです。で、その巻き弦の芯になっているこの弦そのものは、鉄が使われているわけなんですね。でですね、この、シルク&スチールっていう弦なんですけども、同じように、弦の芯となる部分は鉄が使われていて、巻き弦の部分には同じく銅が使われてるんですけども、その巻き弦と鉄の芯の間に、絹でできた膜、シルクがですね、さらに巻かれているという形になってます。聞いたところでなんじゃそらっていう風な感じだと思うんですけども、イメージをお伝えした方が分かりやすいですかね。皆さんシルクっていうとどんなイメージがありますでしょうか。柔らかいなとか温かみがあるな、みたいなイメージを持っていただけたらいいなというふうに思うんですけども、その通りですね、非常に柔らかくて温かい音がします。シルク&スチールっていう弦はですね、別名コンパウンド弦っていう風な言い方もされるんですけども、通常のブロンズ弦とかに比べて弦の張り、弦のテンションがですね、柔らかいという風に言われています。それは音色にも関わってくるところなんですけども、コードが押さえにくいとか指が痛いとかでなかなか強く弦が押さえられない人にも、愛用されているという風な
弦になるんですね、フィンガーピッキングで弾かれる人とかにはよく愛用されている弦になります。でこれを今日はラナピッコロにつけていきたいっていうのが話の本題なんですけども、前置きが長くてすいません。なんでねこのラナピッコロにこのシルク&スチールの弦を貼ろうと思った理由なんですけど、このラナピッコロ見た通りですね、材質木材の材質が、これオールハワイアンコアでできておりまして、ウクレレとほぼ同じ構造になっています。弦以外ね、ボディの構造はウクレレとほぼ同じ構造になっているんですね。で、ウクレレは弦がですね、鉄ではなくてナイロンの弦が貼られています。フルオロカーボンとか、そういういわゆるプラスチック系の弦が貼られてるんですね。で、非常に温かみがあって柔らかい音がします。で、そういった弦がウクレレには似合うという前提があるので、このシルク&スチールっていう弦なんですけども、ナイロン弦に似てるっていう風なことも言われます。なので、もしかしたらワンチャン、今ね、このきらびやかなフォスファーブロンズの弦を貼ってるんですけども、このシルク&スチール、ウクレレの音に近いこのアコースティックの弦を貼ればですね、よりこのラナピッコロの音が良くなるんじゃないかなっていうことを、今日実験したかったということです。前置きが長い。はい。はい、それでは、ここからですね、ギターの弦交換していきたいなと思います。フォスファーブロンズの特徴であるこの赤みがかったね、この、巻き弦。よく覚えておいてください。これ、シルク&スチールだと全然印象が変わる。はい、それでは弦の方変えていきたいと思います。弦交換しながらのながらトーキングなんで、話半分で聞いていただきたいんですけども、ギター弾かれる方って季節によるですね、ギターの変化って感じられたことありますか？日本の場合特に夏は、湿気が多くてですね、冬場は乾燥しているということがあるんですけど、このラナピッコロですね、今まで感じたことのないようなですね、季節の変化というのを感じました。それは何かっていうと、冬場なんですけど、このネックですね、指板が乾燥することで細くなるんですよ。この、フレットが夏場とか春とかだったら端っこ滑らした時手に当たらないんですよ。金属手に当たらないんですけど、冬場はですね、乾燥してネックの部分が指板の部分が狭くなるんで、若干ですね、ここ手に当たるんですよ、金属の部分が。それをね触った時にやっぱりギターって生き物なんだなって、やっぱ木材でね、作られたものなのでギターも生きてるんだなっていうことを、ちょっと感じました。僕の場合年2回ぐらいかな、夏と冬にこのギターを購入させていただいたドルフィンギターズさんのところに持って行って、メンテナンスしていただいてて、ネック磨いていただいたりとか、バリ取りっていうの、フレットが指に当たるのを防いでいただくためにバリ取りみたいなのもしていただいてます。なのでギターのメンテナンスって非常に大事なんだなっていうのがよくわかりますね。このギターを作ってくださった林さんに聞いた情報なんですけども、林さんが作られているギターはですね、アメリカで開発されたですね、楽器専用に開発された水溶性塗料、人体環境に悪い影響を与えない水溶性塗料というのが使われているそうです。ラッカーとか、なんていうんですかね、僕はあんま塗装のことよく知らないんですけど、ニトロセルロースラッカーっていうのを、使われてきたことがあるみたいなんですが、このニトロセルロースラッカーっていうのはですね、溶剤にですね、シンナーが使われてまして、この塗料っていうのが非常に健康にもそうですし、環境にも良くないっていうことが知られてまして、海外ではですね、そのニトロセルロースラッカーというのは、禁止されている国もあるというふうに言われていて、そういったですね、確かに塗料って空気に揮発して吸い込んだりすると環境にも健康にも良くない、ものが、塗料っていうのが多いんですね。でそういった塗料を一切使わずに環境に優しいその水溶性専用塗料を使ってるっていうことなので、市販で売られてるポリッシュがですね、もしかしたら合わないんじゃないかなって、ちょっとそういう怖さもありまして、塗料が剥がれたりとかするっていうこともあるのかなって思うので、ちょっとその辺林さんに聞けてなかったんで、本当に純粋にこのクロスで磨くだけっていう風にしています。そういうところもね、僕エコシンガーソングライターというところで、塗料にもね気遣ってくださってる林さんに本当に感謝しかないんですけども、そういった塗料のエピソードっていうのを知りませんでした。あとね、このもう一つポイントがあって、林さんのギターのこだわりなんですけど、フレットですね、フレット。
これフレットがちょっとこうまだら模様みたいになってるの分かりますかね。弦が当たってたところの跡がくっきり残ってると思うんですけど、このフレットにも林さんのこだわりがあられまして、ラナピッコロに使われているフレットはですね、ドイツジェスカー社のエボゴールドという素材が使われているそうであります。このエボゴールドっていうこのフレットはですね、ニッケルフリー、ニッケルが入ってない金属で作られたフレットという風になってます。ニッケルって金属アレルギーを引き起こす物質として有名なんですね。そのニッケルを含んだ金属の特徴としては、錆びにくいっていうことが一つ強みではあるんですけども、その反面ですね、環境および体にはあまり良くない金属という風に知られています。ニッケル金属っていうのはですね、僕の仕事の話、ちょっと専門的な話になっちゃうんですけども、有害大気汚染物質の一つというふうに言われてまして、その中の一つにニッケルとそのニッケル化合物という、ニッケルと例えば酸素がひっついたものとかですね、いわゆるニッケルの仲間みたいなのも入ってるんですね。特にエレキの弦とかにもニッケルとかって使われているっていうふうに聞いたことあるので、ニッケルってすごい身近な金属なんですけども、実はですね、すごい人体に良くない部分もあるということなんです。肌のね、軽微なもので言ったらアレルギー、金属アレルギーの話にもなるんですけど、もう大量に例えばニッケルの粉を吸い込んだらですね、がんになったりとか、下痢、めまい、頭痛とかですね、アニマルテスト、動物の実験の中では肺炎になったりとか、水疱ができたりとか、あと呼吸器系にね、えらいダメージを与えるということで、よく使われている反面、一歩間違えて大量に吸い込んでしまうと、ものすごい危険な物質ということなんですね。なので、そういったものが使われていないということで、錆びちゃうんですけども、人体とか環境に配慮された金属が使っていただいているということになっています。ただ、こういう例えばギターの弦とか、市販のギターのフレットとかに使われているニッケルっていうのは、十分安全性が確認された上で販売されているので、安全なものであることには違いはないです。そもそも安全なものじゃなかったら販売もされないですし、使うこともそもそもできないですからね。ただやっぱり、ちょっとの量でも金属アレルギーを引き起こすっていうぐらいですね、ニッケルっていうのは、結構毒があるという金属なんだということをこの機会に知っていただけたらなと思います。そういう意味で、このギターの塗料もそうですし、このニッケルが使われていないこのフレットにしても、人体のこととか環境のことが考えられて作っていただいているという意味でですね、僕はエコシンガーソングライターとして、このラナピッコロ本当に買わせていただいているかなと思ってます。市販されているものってやっぱりある程度安全性のとか確保されて市場に出回っているものに違いはないんですけども、それでもやっぱり過敏症の方とかねには影響が出ちゃうものとかもあるので、そういったところまで配慮してですね、ユーザーの方に配慮して環境には負荷があるのは事実やと思うので、そういったところまでですね、ケアしながら、こういったギターを作ってくださる職人さんっていうのは本当に素晴らしいなというふうに思います。はい、貼り終えました。見てください。どうでしょう。真っ白ですね。綺麗な色。シルク&スチール弦の特徴の色になります。高音がすごい伸びる。やっぱりこれ音ええな。フォスファーブロンゾの時はもうね、巻き弦がすごいテンションが高いので、中音から低音域が結構強めに出てたんで、
高音域がそんなに目立たなかったんですけど、この巻き弦の低音から中音域の音がちょっとやや、温かみのある音に変わるので、ギラギラ感が減るということで、逆になんていうのかな、この高音源の透き通った音色がより生きるというような感じがします。実際に音を聞き比べてみてください。どうぞ。はい、ということで、今フォスファーブロンズ交換する前の弦と交換後の、このねシルク&スチールの弦を、音色比べてもらったと思うんですけど、確かにフォスファーブロンズね、僕半年間弦変えてなかったんで、そういう意味ではちょっと音がねこもりやすいっていうところはあるかもしれないんですけども、なんだろうな、シルク&スチールの方がすごい全体のバランスがむちゃくちゃいい気がします。むしろラナピッコロにはこっちの方が合ってる気がするぐらいいいですね。あと、シルク&スチールのね、先ほどちょっと冒頭でもお話ししたギターのテンション感、柔らかさっていう点に関しては、もともと使ってた弦がエクストラライトだったということと、さらにダウンチューニングしてて、普通よりも、低いセッティングにしているので、めちゃめちゃ抑えやすさはあんま変わらないですね。ただでもそれでもまた抑えやすくはなってるかな。ラナピッコロのレギュラーチューニングの弱点として、強くフレットを抑えすぎると音色がシャープしすぎちゃう。同じフレットを抑えても強く抑えてしまえばするほどですね、和音が崩れちゃうんですね。これだけ柔らかい弦であれば、そんなに力入れなくても、前の弦よりもさらに力入れなくても抑えられるんで、逆にチューニングが安定するかもしれないですね。いいんじゃないかな。すごく音すごい好きです僕は。ということでしばらく、この、ラベラの弦、特にこのラベラの弦がいいのかな。ヤイリギターさんのねお墨付きの弦なので、このラベラっていうメーカーのシルク&スチールがとびきりいいのかもしれないです。エリクサーと違ってコーティングされてない弦なんでね、弦の寿命がどれぐらいあるかっていうのはわからないので、こまめに拭きつつしっかり管理していきたいと思います。はじめね、シルク&スチールっていう弦だったんで、100% 金属じゃなくて一部こう有機物というかシルクが使われてるんで、その分ギターの弦って今日本の僕の住んでる大阪の場合だったら燃やしちゃうんですよ。可燃ゴミとして出しちゃうんで、燃える時に金属じゃない部分が含まれてた方が環境中で分解されて、そういう意味でもシルク&スチールって環境にいいのかなみたいな話もちょっとしたかったんですけど、トータルでちょっとよく分かんないんで、その辺はちょっと、言えないですね。廃棄物そのものを減らすという意味ではコーティング弦の方がいいのかなっていう気もします。このポリウェブね、エリクサのポリウェブっていうやつは、普通のブロンズ弦よりもさらに温かみのある音色なので、こっちもいいかもしれないですね。これだったらなおさら寿命も長いし、温かみもあるし、いいかもしれないです。なのでちょっとこっちの弦もね、いずれ試していきたいなと思います。なのでフォスファーブロンズよりも今のところは、温かみのある音色の方が、ラナピッコロには合ってるかなっていうふうに感じる今日この頃でした。はい。ということでちょっと長々となりましたけども、ラナピッコロを通じて、ギターの弦のお話と、あと、
ギターに使われている材質および、環境に良くないもの、人体に良くないもののお話も込み込みで今日はちょっと長めにお話となってしまいましたが、いかがだったでしょうか。いろんなね、ギターのパーツだったりとか弦の種類というのをこの機会に知っていただいて、自分のですね楽しいギターライフに、花を添えていただけたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。カズでした。